ゆるパパのほびちゃん。はい、ゆるパパです。今日ですね、ちょっと漫画の話をしたいと思います。漫画ですね。教育に関する漫画ですね。子供に見せて良かったと思われる漫画ですね。の話をします。ですね。うちは子供が3人います。長男、次男、末娘ですね。で、もう大人です。成人しました。ですね。で、大学卒業してます。2人ですね。まだ末娘はまだ大学行ってます。えーまあ、あの、漫画は読みます。読むって言いますかね。そんなに、うちは私は漫画買わないんですよ。で、そんなに漫画読まないんですけど、それでもですね、ちょっと少なからず、流行り物を見たりとかするんですね。で、子供たちもですね、うちで見なくてもですね、外で漫画を見るような、ですね、自宅以外でですね、漫画に触れるような機会があったりとかしてですね、子供が大きくなるにつれて、やはり漫画に触れる、そういう数が多くなっていくですね。で、私も子供の成長につれて徐々に漫画本を買い当たりとか、していきましたですね。たくさんじゃないですよ。考えてですね、買い与えました。私が、買ってあげたのが、ワンピースとかですね、暗殺教室、銀魂、あと、ドラゴンクエストですね、ロトの紋章っていう、ドラゴンクエストのロトの紋章っていう漫画があったんですね。それを、買ってあげたりとかしていましたですね。そういう、娯楽の漫画以外にもですね、教育のためになるだろうと思うですね、漫画ですね。それをですね、できるだけ読ませて、買ってあげてですね、読んでもらうようにしてたんですね。どんな漫画かっていうとですね、教育漫画って歴史人物ですよね。偉人聖人の漫画ですね。ヘレン・ケラーとかですね、ナイチンゲールとか、エジソンとかですね、ベートーベン、モーツァルトとかですね、そういう偉人ですね、歴史上の人物の読みやすく漫画にした、そういう本を買ってあげて、読ませてましたですね。それは教育のための本ですよね。またそれ以外にですね、ちょっと子供の勉強にためになったと、思うですね、本をですね、ちょっと紹介したいと思います。子供に買ってあげてですね、その本を読ませたことによってですね、ちょっと子供のためになったと、私が思ったですね、感じた漫画本ですね、紹介します。3冊紹介します。まず1冊目が、光の碁ですね。光の碁。内容はですね、まあ、昔の平安時代の囲碁の達人がいたんですけど、その囲碁の達人がですね、現代に蘇って、幽霊ですかね。幽霊として、幽霊なんで、その怖い幽霊じゃないですね。降臨してですね、小学生の光にですね、囲碁を教える、碁を教えるんですね。そういった内容の漫画です。これを読ませたきっかけがですね、ひょっとしたらちょっとよく覚えてないんですけど、デスノートだったかもしれないですね。私がですね、デスノートをですね、読んでいて。で、結構それをもう子供が見てですね、気に入ったんですね。で、それで、その流れでですね、光の碁も見せたんじゃないかなと思います。ですね。で、この光の碁のですね、何がこう子供たちにいい影響を与えたのかっていう理由がですね、まずこの、光の碁がですね、こう学校の楽しさですね。学校生活の楽しさを書いています。漫画にですね。
で、ヒカルがですね、碁のクラブをですね、部活動、クラブ活動ですね。それが、学校に碁のクラブがなかったんで、作ったんですよ、学校に。碁のクラブをですね。うん。で、それをですね、子供たちが読んでですね、そういうことができるっていうんですね。学校にないもので、何かこう、自分たちが欲しいものですね。そういうものがあればですね、自分たちから学校に働きかけて、先生とかに、提案できるって言いますかね。相談して、で、あの、すないものに関しては自分たちで作ることができるっていうんですかね。そういうのが分かったっていうんですかね、この漫画本を通してですね。うん。それで実際に、部活動ですね、クラブ活動、小学校のクラブでですね、あの、クラブをですね、新しく作りました。うん。自分たちがやりたいクラブ活動ですね。うん。なんかこう、学校の行事ですね、学校生活を楽しく積極的にさせるような、そうした漫画でですね、子供たちにいい影響を与えたと私は思っています。ですね。光の碁ですね。はい。続いてですね、三国志。三国志です。横山光輝先生のですね、歴史漫画ですね。教育の本ではないんですけど、すごく読みやすいですよ。比較的教育の本に近いですかね。うん。三国志とか、あと、横山光輝先生の歴史の本って、いろいろありますよね。伊達政宗とかですね。豊臣秀吉とかですね。いろいろたくさんあります。そういったものも見せてたんですけど、三国志ですね。読ませてですね。何がですね、三国志、こういうものが子供たちに良かったのかっていうとですね、いいかなと思ったのはですね、漫画の中にですね、ことわざが出てきますね。桃園の誓いとかですね。泣いて馬謖を切るとかですね。なんかいろいろと、出てきます。三個の例とかですね。そうした、なんですか、ことわざですかね。そういうものに触れるですね。実際にそれを勉強するんではなくてですね、そういうのがあったってですね、そういう内容が、えーそういう内容をですね、漫画で本で知ることができるんですね。うん。ですね。そうしたところでいい影響は及ぼしたかなというような、ふうに思います。あとですね、こう、大人との会話でですね、子供たちが、親戚のおじちゃんおばちゃんとかと、話をするときに、そのおじちゃんおばちゃんがですね、子供たちにですね、うん、漫画は何読むのとかって聞いてくるんですね。うん。なんか、うん。そうするとですね、子供が三国志、三国志が好きですみたいなことを言ったりするとですね、大人は喜びますよね。喜ぶというか感心するって言いますかね。うん。三国志読むんだって、今の時代にっていうか、小さい子供がですね、三国志の漫画読むっていうですね、それを聞くと大体褒めるって言いますかね。えーうん、大人から褒められて、やっぱり子供たちはちょっと、気分が、いいですよね。うん。この三国志読んだから、ちょっと大人に褒められたみたいな、そうしたところで、ちょっとモチベーションを高めるような本だったかなと思います。ですね。はい。続いてですね。ですね。ドラゴン桜。ドラゴン桜ですね。うん。ドラゴン桜ですね。これは、要は、大人が見る漫画
雑誌ですよね。の、本なんですけど、小学生とか子供に見せてもそんなに問題ない内容ですね。特に何ですか、絵的に変なところとかそういうのはないですね。内容は、落ちこぼれの勉強のできない落ちこぼれの高校ですね。その高校を進学校にするですね。進学校にするため、進学校にするですね。東大を目指す漫画です。落ちこぼれたちをいかに、東大に、合格させて進学校として復活させるっていうですね。そういう漫画なんですね。で、実際にこの漫画本の中にですね、勉強の仕方が書かれてるんですよ。ですね。どういうふうに勉強したらいいのかですね。主に受験ですね。受験の内容なんですね。そういったものをですね、この本ですね、私が読みました。子供たちに見せるっていうよりですね、まず私が読んでですね、それで良かったんで、子供たちにも見せてですね、子供たちも結構気に入った、好きで読んでたんですね。このドラゴン桜ですね。ですね。勉強の取り組み方とかですね、そこまで子供たちは考えてなかったと思うんですけどね。で、漫画本として純粋に楽しんでたとは思うんですけど、私はですね、この内容ですね、勉強の仕方、これ、ドラゴン桜に書かれている、勉強方法ですね、それを、実践しましたですね。子供たちにやらせましたですね。子供が成長するにかけてですね、小学校高学年になってくるとですね、何かしら不得意な教科って分かってくるんですね。勉強できん、大体成績がいい悪いって言いますかね。っていうのが、明確になってくるんですね。そうした時期にですね、どういうふうに子供たちに勉強を教えたらいいかですね。それを悩んだ時期があってですね、これで、それを改善したんですね。改善しようですかね。試してみました。このドラゴン桜の勉強方法を試してみましたですね。5年生、例えば5年生で、算数のテストが成績が良くないっていう、場合ですね、ランクを下げてですね、4年生とか3年生とかの、算数の問題ですね。それをやらせて、勉強させたんですね。勉強ができないというのはもう基礎が分かってないということなんでですね、やはり優しい問題から、勉強させて、で、さらに、それで、テストの結果ですね、丸が多ければそれなりに自信がつくんですね。子供としてはですね。そうしたことを実践しました。これ、長男ですね。長男、次男で末っ子も、やらせましたですね。実際に、特に何もそれまでは勉強とか塾とか何もやらせてなかったんですね。もう本人に全て任せてたんですね。で、そうするとやはり何かしら無理が出てくるって言いますかね。勉強をできるできないですね。で、私が、仕事から帰ってきて、で、空いてる時間にですね、そのテストですね。簡単なテストのプリントを、空いてる時間にやらせて、点数つけて、それで間違ったところは、ちょっと練習させてですね、なんで間違ったのかですね。そういうことをやりました。それが良かったのか悪かったのかですね、なんとも言えないんですけどね。ただですね、何かしら改善にはなったかと思います。ですね。はい、以上ですね。3冊。光の三国志、ドラゴン桜ですね。三国志に至っては歴史の本なんでですね、三国志に限定することはないかと思うんですけどね。一応3冊紹介しました。ですね。
実際にですね、この漫画がどれだけ役に立ったかっていうのはですね、わからないんですけど、私は仕事はですね、えーリストラされてですね、結構、子供の教育にお金をかけられなかったんですね。塾とか、ほとんど行かせてないですね。うん。ですね。学校の塾とか、ほとんどで行かせてあげられなかったんですね。うん。そうした中でですね、3人大学行きました。ですね。なんでかわからないんですけどね。うん。特に私は大学に行ってもらいたいとかそういうことは言わなかったですよ。うん。本人たちが行きたいっていうんですね。大学に行きたいということでですね。頑張って行きました。ですね。はい。うん。ですね。何かしら、参考になればかと思います。皆さんの何かしらの参考にですね、なればと思います。これもあくまでも独断と偏見ですね。私の独断と偏見で、一応経験を語ったつもりですけどね。うん。はい。以上ですね、ゆるいパパの、子供に役に立ったと思うですね、漫画本3冊でした。はい、以上、最後までご視聴ありがとうございました。